プラントフージャーニーの花子です。パリもやっと春っていう感じになってきました。なので今日は、春野菜たっぷりのお料理を作りたいと思います。今日はですね、リパブリックの近くにバントルっていうすごく大好きなビストロがあるんですけど、そこのシェフのまさきさんと一緒に、まずバスティーユのマルシェで買い出しをして、それからうちでお料理をします。バスティーユのマルシェは、私も近くに前住んでいたことがあって毎週のように行ってて、本当に大好きなマルシェなので、おすすめのスタンドとかも紹介できたら、いいなと思います。やっぱりまさきさんは料理のプロなので、まさきさんに、お野菜の見分け方とか選び方のコツだったり、あとどうやってお料理をすればお野菜がより美味しく食べれるかっていうのを聞いてみたいと思います。でもね、私ちょっと腹が減っては戦ができるというタイプなので、先に、おすすめのプラントベースのパン屋さんに行ってちょっとカフェをしてから行きたいと思います。じゃあ行ってきます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさきさんは私が大好きなリパブリックの近くにあるバントルというビストロのシェフでして、今日は一緒に、お料理をしてもらいます。今日は野菜のガレットを作らせていただこうかなと思います。ちなみにここはランド&モンキーズといってプラントベースのパン屋さんなんですね。なのでここに置いてあるもの全部クロワッサンもパンオショコラもキッシュも全部プラントベースなんですよ。今日はシナモンロールとブリオッシュ。ブリオッシュですね、はい、ブリオッシュ、これイースタースペシャルって言ってたスパイスが効いた感じのブリオッシュ。いただきます。いただきます。ふわふわ。うん、すごいしっとり。おいしい。さあ、じゃあどこのスタンドに行きましょうか。とりあえずそうですね。そこに野菜のコレクターのマルシェがあるので、はい、そこに行きます。C'est rien, c'est rien. 美味しそうな野菜。アスパラ買いますか。Alors on prend une botte de sirop vert. Deux rogettes. Plus longtemps possible. そういうの選ぶんですか。そういうのにします今日は。で緑色がしっかり濃いものを選びます。今日は多分全体的にすごい綺麗ですね。Avec ceci. オニオンのスープにしようと思ってたんですけど、すごい小さく、まだスープが早くて小さいんで、キャロットにしますね。キャロットでもいいです。On prend une botte de carottes. Non, non, avec un pain. Nous on en achète. Avec ceci. Ils achètent à d'autres. もう一つのコレクターの野菜屋さんに行きます。なんていうかすごいたくさんスタンドがあるじゃないですか。どうやって美味しいスタンドとかって見分けてるんですか。フランス産の食材を買う場合は、コレクターのところで生産者が直接売ってるところで買うんですけど、大体それの見分け方はこういうふうに段ボールが並んでるお店は大体生産者ではなくてどっかランジスとかで市場で買ってきたものを売ってるっていう感じのところが多分多いと思うんですけど、さっきの生産者のところとかを見てもらうと分かるように
箱が一つもないんですよ。そのまま置いてましたよね。はい、なんで畑から直接来てる野菜が多いです。なるほど。で生産者同士でその野菜を近くの生産者同士で野菜を交換したりすることによって、野菜の種類を増やしている、生産者が多いです。はい、なんか箱がないところ。そうですね、生産者がやってる場合はそうですね。わかりました。じゃあ次行きましょう。はい。見て、すごい綺麗。うわー、見たことのない葉っぱがたくさん売ってる。マルシェでいっぱい旬の野菜を買ってきました。じゃあこれからお家に帰って一緒にお料理したいと思います。はい。じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。今日作る料理は、ガレット、さっきマルシェで買ってきたガレットを作る、野菜のガレットを作ります。で、野菜のガレットに入れるのが、このアスパラガスと季節のハーブ、サラダを入れますね。いっぱいお花とかを買ってきました。これ何のお花ですか？これは、シューケールの花ですね。ケールの花。はい、シューケールの花ですね。で、これがルッコラの花ですね。これが、クレソンのお花ですね。はい。で、もう一つで、が。もう一つは、人参のポタージュを作ります。これも葉付きのものをさっき買ってきました。そうですね。はい、これでポタージュを作っていこうと思います。じゃあ最初何しましょう？最初はアスパラガスを掃除していきます。はい、アスパラガスは下3センチぐらい硬い部分を手で折って、はい、手で折ります。手で折ると繊維が硬い部分と柔らかい部分がはっきり分かれるので、この状態までしてから、下の方だけ少し皮を剥いて準備しておきます。これも同じように皮を剥いていきます。で、剥いた皮は全部ブイヨン用に立っておきます。はい、グルーテンにするので、厚さが大体同じだったら大丈夫ですね。同じスピードで火が入るんで。このぐらいですか？はい、もう完璧です。こんな感じで小さく切りました。今から、まず野菜のブイヨンを取るために、その野菜のブイヨンの中に、甘みをプラスするために、玉ねぎを切って入れていきます。玉ねぎとプラスこの皮とか繊維が強い部分、硬い部分を使ってブイヨンを作っていきます。皮は使うんですけど、乾燥してる部分の皮は苦味とかが出たりするんで、この皮は今回は使いません。内側の部分は使って、この玉ねぎの外側の部分って辛みがすごい強くて繊維が強いんで、これはブイヨンに。じゃあそれは後でコンポストに入れちゃいますね。はい。コンポスト用。玉ねぎはこれはだし用なので、薄く切って入れていきます。はい、これ野菜の出汁は僕は、お湯から作ります。で、まずこれを沸かしてもらって、はい、生ゴミ臭さが出てきちゃうんですよね。ぬるい温度だと。だから熱い温度で、一気に火入れて30分ぐらい煮て、こします。煮すぎない。煮すぎない。イメージ的には親子丼とか作った時に玉ねぎ入れたらすごい甘み出るじゃないですか。そんな感じの出汁を取りたいなと思ってます。じゃあお湯の中に塩とお砂糖を入れていきます。もうちょっとです。はい、それぐらいですね。はい。で、この、お湯の中で、野菜の味を煮出していきます。お砂糖入れるんだ。お砂糖入れます。肉とか魚を使わない分、で油とか旨味を糖分で、代用するって感じです。はい。了解です。これでだいたい30分ぐらい煮込んでいきます。一回沸かしてアクを取ってから料理にしていきます。こんな感じかな。はい。で、じゃあ弱火にして、はい、弱火にして煮込んでいきます。
したら、ハーブを掃除していきます。はい、食べやすい大きさに切っていきます。これはガレットに使う、ハーブですね。ハーブのサラダの今準備をしてます。水菜ですね。で、コリアンダーも葉っぱな感じで。エストラゴン。エストラゴンは葉っぱ1枚1枚で半分以下あれば多分大丈夫だと思います。足りると思います。はい。で、この茎たちは一応今回は、ブイヨンに入れていきます。はい、これはクレソンですね。クレソン・ドゥ・ジャーダン。こういう感じで、茎だけちょっと取り除いて、でお花とこの葉っぱを全部入れちゃいます。ちょっと辛みがあって美味しいですね。本当だ、ピリッとして、わさび菜みたいな。こういういろんなハーブがサラダの中に入ってると、一口一口味が違ってすごい美味しいです。なるほど。いい香りがします。じゃあガレットにつける、マヨネーズを作っていきます。今日はね、豆乳マヨネーズでプラントベースということで、作るんですけど、ここに水切りした豆乳ヨーグルトがあるので、そこにレモンとオリーブオイルと、ニンニクとマスタードとお塩でマヨネーズにします。これで全部材料を入れて回すだけ。回らないっていう定番になっちゃって。はい、できました。こんな感じにちゃんと固まります。で、ここにハーブを入れてください。餃子ニンニクを回したオイルを入れて緑色のマヨネーズにしていきます。マヨネーズを香りをつけるときは油に香りをつけたものでマヨネーズを作ると、その何かの香りのついたマヨネーズを作ります。例えばスパイスだったり、例えばハーブだったりっていうのを油に回しておくんですよね。水分よりも油分に溶ける、色素って多いんですよね。それをベースにしてマヨネーズを作る。しっかり炒めてもらって、少しずつ。はい、少しずつこのマヨネーズに乳化させていきます。はい、もうちょっといいです。はい、こんな感じです。はい、これで OK です。はい、じゃあ今から人参のポタージュを作っていきます。まず鍋を温めてもらって、ココナッツオイルを入れていきます。このぐらいですか？はい、それぐらい入れます。じゃあちょっと最初強火にして溶かしていきます。油が溶けてきたらここにブイヨンを少し入れるんですけど、油分と水分が乳化した状態で人参に火を入れていきます。ここに人参を入れていきます。人参たっぷり。人参です。7本ぐらいありましたね。そうですね。小さめの人参を、新人参を7本分ぐらいですね。旨味が出るように最初に塩しておきます。1つかみぐらい。はい、1つかみぐらい入れちゃって、もうちょっと入れちゃっても大丈夫ですね。はい、これぐらいです。で、このままゆっくり火入れていきます。煮るときはだいたいかぶるぐらいまで水分を、さっきのブイヨンですね、野菜のブイヨンを入れてあげて、このままゆっくり煮込んでいきます。もういい香りがしてる。人参の甘い香りが。はい、このまま蓋をしてゆっくり煮込んでいきます。はい。すごい柔らかくなってきたら、これぐらい柔らかくなったら回していきます。これだとちょっと今若干硬いので、ココナッツミルクで伸ばしていきます。
甘くて美味しい。そしたら、ココナッツミルクを入れてちょっとスープを伸ばしていきます。はい、はい、お願いします。このぐらい。半分ぐらい入れちゃって大丈夫ですね。結構。はい。で、ちょっと味見ていきます。美味しいです。はい、じゃあこれで。はい。ちょっと硬いですけど、まあでも硬いぐらいの方が。これぐらいでいきます、今日は。はい。そしたら、さっきマルシェで買ってきたガレットを、フライパンで焼いてパリパリにしていきます。オリーブオイルを敷いてもらって、最初しっかり温めてもらって、そうですね、油はちょっとカリッとさせるために必要なんですけど、はい、あんまりありすぎるとガレットが吸ってしまうので、余計な油は吸ってもらってでちょっとしっかり、はい、もう一瞬しか焼かないので、じゃあこれちょっと若干煙が出てくるぐらいになったら焼いていきます。出てきました。はい。ちょっと両面をパリッとさせるような感じですね。なるほど。ガレットが日本とかでガレットがない場合はどうする？ガレットはでもまあ家でも作れますけどね。まあそば粉をね。感じで、はい、そうですね。日本はそば粉も美味しいんで。確かに。今日は買っちゃったけど。そうですね。ガレットはい、作るのも楽しいです。香りがすごい立ってくるので、一気に美味しそうに。そしたらこれをお皿に乗せていきます。本当に片面1分とか2分ぐらいで。そうですね。あんまり焼きすぎるとパリパリになりすぎちゃって、こう後で負けなくなっちゃうんで、はい。まあそうですね。1分とか30秒ずつぐらい焼けば大丈夫ですね。油をしっかりついてもらって。じゃあこのアスパラ下茹でなしで。なしです。で、しっかり煙が出てきたらアスパラを入れて強火でいきます。ちょっと焼き色をつけたいのと、このタイミングで塩をしてもらって、結構しっかり。ここでもしっかり味を決める感じですね。で、ちょっと周りだけ油で火を通してあげるような感じで、熱々の油を周りにまとわせてあげて、すごい香りが出てくるんで、あとはもう水を入れて蒸し焼きにします。はい、じゃあドレッサージお願いします。はい、していきます。さっき作ったベガンマヨネーズ、アユデゾースのマヨネーズを敷いてもらって、これがソースみたいな感じなので、サラダを説明していきますね。これはバルサミコのドレッシングですね。バルサミコのビネガーとオリーブオイルですね。で塩してもらって、すごいいろんな種類が入ってていいですね。見た目もすごく綺麗。はい。そしたらアスパラガスを入れて、サラダを。なんかドレサージュってコツとかあるんですか？こう美しく見えるコツとか。そうですね。ドレサージュ苦手なので。やっぱりこう高さを出してるのかな。そうですね。いいと思います。花。今日買ってきたこれはシューケールの。ケールの花。そうですね。ケールのお花と。これ何でしたっけ？これはルッコラの花ですね。お花が生えると一気に華やかになります。そうですね。花をこうやって飾ってもらって、以上です。はい、できました。おかえり。ご飯食べる？ね。今日ワインも持ってきていただいてありがとうございます。今日ワインは何ですか？ワインはシナブランのワイン持ってきました。シナブラン、ロワール、野菜に合うようなワイン。そうですね。はい。デリカテッセンっていうこの近くのハーブで選んでもらいました。はい。いただきます。はい。すごい。ゴールデンなワインですね。乾杯します。お疲れ様です。ありがとうございました。
あら、美味しそうだね。美味しいよね。すっごく甘いでしょ。ガレットも美味しい。なんかハーブのいろんな味がこうしますね。そうなんですよ。なんかちょっと辛みのあるハーブもあるし。そうですね。で、マヨネーズとアスパラがそれをまとめてくれるって感じですね。すごい、ランチにぴったり。こんなおしゃれなランチ。毎日食べたい。マンタもスープ美味しい？今日も見ていただいてありがとうございました。いかがでしたか？私も本当にプロの技を間近で見れてすごく勉強になりました。本当に皆さんの普段のプラントベースの食事作りのヒントになればとても嬉しいです。今日は結構ハーブとか、あんまり日本では手に入らないものも使っちゃったかなと思うんですけど、ハーブとかベビーリーフとか、あと水菜とか少し味のあるサラダ菜とかそういったものを混ぜて代用できると思います。でガレットも概要欄のところに、材料を書いていくのでぜひ試してみてください。ではでは、またねー。